皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今週も遊びに来てくれてありがとうございます。さて、先週は私のモーニングルーティーンの話をしましたが、今週は少し真面目なお話をしたいと思います。で、それが何かというと、今1月は日本では大学受験のシーズンなんですね。なので少しそのお話をしていきたいと思います。それでは今週もコーヒーを片手にお話ししていきましょう。それでは乾杯。1月の日本はお祝いムードだけではないんですね。お正月があって、他にも成人式があったりお祝い事も多いんですが、実は多くの学生にとって1年で一番暑くて一番ストレスフルな季節でもあるんです。で、それが大学受験ですね。で、今日は日本の受験文化と、あと私の地元が福岡なので、学問の神様というものが福岡にあるので、そのトピックについて話していきますね。で、まずいつこの受験があるかというと、今は共通テストと呼ばれているんですが、1月の第3土曜日、そして日曜日に大学入学共通テストというものが行われます。で、日本中の受験生がこれは一斉にテストを受けるんです。なので、海外ではもしかしたら、日にちを決めて受験することも可能かと思いますが、日本ではもうこの日だけなんです。なので、まず一つとても気にするのが、その受験日に風邪をひかないことです。特に冬はインフルエンザとかが流行っているので、受験生は、健康管理にもすごく気を使っています。で、なのでこの時期、例えば駅とかコンビニに行くと、必死に勉強している学生や、あとは受験生を応援するポスターをたくさん見かけたりします。で、街全体がもう本当に受験生頑張れという空気に包まれていることが多いです。で、私の妹とか弟もこの受験を経験しているので、私もその時はすごく応援していました。受験にちなんで私がとても面白い、そしてなんかいいなと思う日本の文化は、縁起を担ぐと言ったり、運を良くしたり、縁のいいことをするんですね。縁起のいいことですね。縁起のいいことをするんですが、一番多いのは言葉遊びで、言葉の響きを使ったラッキーフードを食べることが多いです。で、受験生は、キットカットをよく受験生に渡したり、あとはお互いに渡すことが多いです。で、なぜかというと、キットカットというのは、きっと勝つ、きっと勝つに音が似ているんですね。なので、きっと勝つ、きっと勝つという思いを込めて受験生に渡したりします。で、もう一つは、これはもう昔から定番なんですが、皆さんはカツ丼ご存知ですか？カツ丼は、豚の肉を揚げて、それをご飯に乗せた食事なんですが、カツ丼は、カツ、こっちのカツと同じ発音なので、テストの前日とか何か勝負事のある時にみんなが食べる食べ物としても有名です。
なので受験生にはキットカットを渡したり、あとは一緒にカツ丼を食べたりして円滑ぎをしています。で、次、ここで、私の地元である福岡の話を少ししていきたいと思います。で、福岡には日本全国から受験生が集まる、超有名なスポットがあります。で、皆さんも行ったことがあったり聞いたこともあると思うんですが、太宰府天満宮です。で、なんで太宰府がそんなに人気なのと思いますよね。で、なぜかというと、太宰府天満宮は学問の神様である菅原道真が祀られているからなんですね。なので地元の人は特に一度はこの太宰府天満宮へ合格祈願に行ったことがあると言われるぐらいとても大事な場所なんです。で、太宰府に行ったらぜひチェックしてほしいものが2つあります。で、まずは、御神牛と呼ばれる牛の像ですね。で、この牛の頭を撫でると知恵がつくと言われています。なので、みんなが撫でていくので、この牛の頭は今ピカピカに光っています。で、私もちゃんと撫でたことがあります。で、2つ目、これは食べ物なんですが、梅替え餅と呼ばれるものですね。で、これは焼きたてのお餅の中に、甘いあんこが入っています。で、すごく軽くてすごくあったかいんですね。出来たてが食べれるので、とても美味しいです。で、受験生とかもぜひこれを食べてパワーをもらってほしいなと私は思います。で、それが福岡の太宰府天満宮情報ですが、最後にあと日本語ではよく頑張ってとか頑張れっていう表現があると思うんですが、他にもどのように受験生を応援できるかなと考えていて、3つフレーズを用意してきたので、周りに受験をしている受験生がいたりする方はぜひ使ってみてほしいなと思います。で、まず一つ目はシンプルですね。応援していますっていうのは、丁寧であと心強い表現だと思うのでおすすめです。頑張って応援していますというシンプルな表現ですね。で、二つ目、私はこれ結構個人的に言われたら嬉しいなと思ったんですが、実力を出し切ってねというフレーズです。実力を出し切ってね。プレッシャーをかけすぎず練習した成果をそのまま出してねという優しい感じの表現ですね。なのでもうすでに頑張ってきたし、もう実力を出すだけというのをより表現したフレーズだと思います。で、最後、これも私は受験生だけでなく、社会人の方にも使えるなと思うのは、無理しすぎないでねというフレーズです。無理しすぎないでねというのは、相手の体調を気遣う時に使います。なので、頑張りすぎて無理をしてしまう受験生も多いので、無理しすぎないでねというのもすごく本当にもう自分のキャパシティを超えて頑張っている人には特にいい言葉かなと思います。なのでこの3つのフレーズを皆さんもぜひ頑張っている人や応援している人に使ってみてください。さて、皆さんも受験の方もいるかと思いますが、受験以外でも今年何か達成したい目標はありますか？私は、もちろん YouTube の目標はいろいろあるんですが、より
皆さんと大きな日本語コミュニティを作っていきたいなといつも思っています。皆さんの日本語学習を私も福岡の、学問の神様と一緒に応援しています。なので皆さんも日本語の勉強を無理しすぎずに一緒に頑張っていきましょう。さて、皆さんの国にはテストの前のラッキーな食べ物やあと習慣することは何かありますか？もしあればコメントでぜひ教えてください。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんも自分の目標に向かって頑張ってください。応援しています。それでは次回のみゆの日本語カフェでお会いしましょう。またね。